わしやがなマフィアガチョです。わしやがな中村祐一です。千鳥さんみたいだそうね確かにそういう圧があったね。はい、ということでね、今回はおもちゃをいじっていこうと思いまして、それぞれの持ち物私物のおもちゃをね、お気に入りを持ってきました。少し用意したんですけど、パジャ君は趣旨分かってる？いやおもちゃって言ったんだよ。おもちゃですよ、全部俺にとって。ちょっと紹介してもらっていい？それ、はい、じゃあ俺からいきますね。まずはこの圧倒的存在感を放つ、確かにね、こちら。何それ？餃子男です。誰？餃子男は何に出てくるの？餃子、中村さんドロヘドロって漫画知らないですか？あるね。あれに出てくるんだ。今アニメ化してるんですけれども、あれに出てくる餃子の妖精みたいな存在なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。この餃子男の造形美たるやですよ。このたるみ見てください、胸とか。そうだね。でお腹とかのこのラインで、膝のこの短足っぷりが可愛いでしょ。でこの上の餃子のひらひら、このひらひらが本当に餃子を造形するかのように多分握ってるんですよ。極めつけはこの餃子男の後ろ姿、たるんだお尻、これ可愛いでしょ。これもも裏の肉とか、もも裏の肉とか、このクオリティ、俺もう一目で惚れ込んじゃって。これ活躍するの？餃子男はワンエピソードしか出てこないかな。よくそういうフィギュア作ったね多分餃子男自体はオープニングとかにも登場してるから人気キャラだとは思うんですけれども、ちなみにこれ俺自分で買ったわけじゃなくて、知り合いのゲイバーのママにもらったんですよ。どういうメッセージがあったの？ゲイバーのママからのどういうメッセージ？いや、俺がこれバーに飾ってあるのを見て、うわいいなって、餃子男のフィギュアだって思って、あげるよってなったんだ。じゃああげるって言って未開封のやつくれたんですよ。俺開封しちゃったんですけど、どうしても触りたくて。なるほどね。中村さん見てみます？あ、いい。もう十分伝わったよ。なんだよ、手に取ってまでは大丈夫だよ。分かりました。じゃあ次はですね、こちら、これはですね、映画「マッドマックス」に登場する、主人公のマックスが撃とうとして撃てないことでおなじみの水平2連のショットガンなんですけれども、俺このタイプの切り詰めたソードオフショットガンって大好きなんですよ。ゲームとかでも出てきたら絶対に使うんですよ。ドゥームとかだとこれスーパーショットガンって名前なんですよ。最強武器なんですよ。で中折れ式で弾が入るという、2発しか撃てないんですけれども、そこにロマンがあるんですよね。でどうしてもこうカチッとやってこうカチッとしたくなっちゃいます。こうですよ。廃墟弾する時なんかこうやったらなんでか飛ぶんだよね。そうです映画とかだとね。でこれはエアガンではなくモデルガンで発火式なんですよ。ああ、じゃあちゃんと火薬とかつければ。さすがにスタジオなんで火薬は持ってこなかったんですけど、触ってみます？あ、これはちょっと興味あるこれはちょっと興味あるじゃあちょっと吹きますね。一応ね、重いね結構。でしょ。あ、ここで開くんだ。そこで中折れするんですよ。意外と開かないんだね。あんまり開きすぎるとむしろ壊れちゃうんで、多分そんなもんだと思います。でトリガー2つついてるじゃないですか。左右どっちか撃てるっていう。なるほどね。でなんなら両方同時に撃てるっていう。で最後こちら。これはもう皆さん知ってるでしょ。 F3 のやつでしょ。エルム街の悪夢のフレディ・マーキュリーの。違うそれはボヘミアン・ラプソディの方。あ、そうだ。これはフレディ・クルーガーの方。これはエルム街の悪夢の実際にプロップなんですよ。新しめのシリーズのプロップなんですけれども、出来がすこぶるいい。ハンダ付けとかのこの感じとかすごい雑につけてあるんですけれども、手作り感がね。もう実際そのエルム街の悪夢に登場する殺人鬼のフレディは自分でこれを自作して子供たちを襲うんですけれども、これを手にはめた時のこの気持ちよさたるや。まあ分からなくない。これですよ。これでこう爪をシャリシャリさせるのがまた映画でね楽しいんですよ。どうですかこれ、触ってみます？もう手間だからいいよこんなにいいものなのに。分かる。気持ちはすごい分かるけど、なんか大変そうだね。しかも外すの結構大変なんだね。手袋ですからね。カジャフにとってのおもちゃってそういう方向性なのね。まあ紹介するほどのものってなるとやっぱこういうレアもんじゃないとね。なるほどね。僕のはレアものじゃなくても本当におもちゃなんだよね。はい。どんなんですか？だからまあ珍しい系でいくとね、もうこの番組見てる人たちってゲーム好きでしょ。これもう見ての通りのトランスフォーマーなんですよ。トランスフォーマーですか？16ビットって書いてありますよ。気づいちゃった。いや気づきますよ。裏見せますよ。トランスフォーマーの大人気キャラクターがね、メガドライブがメガトロンかなこれ
で、プレイステーションがコンボイにトランスフォームするというゲーム機にトランスフォーム、そうコラボでね作られたの。30周年コラボでその手があったか。すごいよね。両方コンタクトを取ってやったっていうのがよくない？例えばソニーさんとだけお願いしてやって、プレステ1、2みたいなのじゃなくてさ、ちゃんとこのなんかライバル機っぽい、しかもそうですね、メガにかけましたみたいな。メガトロンだからメガドライブ。なるほどね。でもメガドライブ型側のその心の広さ、俺ちょっと評価したいですね。悪役じゃないですか。ああ、はいはいはい。うちのハード悪役にするんですか。うちがコンボいちゃうんかいと。メガトロンいいですねですよ。だって色がさ。まあまあ色がね。色がね。これ中身見ていいですか。中身はねもうざっくりとしかこう。おお、いやかっこいいわ。ソニックついてきますから。これって多分二度とないコラボっすよね。多分ね。結構レアもんじゃないですか。当時普通に買ったんだけどね、再販とかされてんのがね。へえ、中村さん結構面白いところに目つけますね。そうなの。一応コンボイも。コンボイはプレイステーションだ。メモリーカード。メモリーカードと、あとここ見えてないけど多分この裏側にゲームディスクも。へえ。みんなのゴルフのディスクがついてる。ミンゴル？ミンゴルらしいよ。嘘。ほら。ほんまや。なんでミンゴルなんだよ。ここ書いてある。あとプレプレがついてる。体験版のやつでしょ。面白いな。いいコラボだな。こういう変わり種と、あとこれね、僕好きなマシェン油田渡るの竜王丸なんですけど、センチネルさんって一体一体がお高いんですけど、造形がちゃんとしていることでおなじみっていうので、結構こうしっかりでかいんですね。あとね、うわー、安定感あるわ。やっぱりこのタイプのロボは。そうなんだね。これは相当出来がいいな。あるんですけど、なんかしかもこれギミックがあるんじゃなかったかな。頭光るとか、この辺はある種メジャーじゃない。渡るがメジャーかどうかちょっと自信はない。メジャーでいいですよね。これ知ってる？ダイヤクロン。全く知らないでしょ。知らない。俺も知らないの。ダイヤクロン、じゃあなぜお前ダイヤクロン買ったのかと。こんなでかいもの、衝動買いなんですよ。なんで？こういうものをね、アマゾンさんで買ってたらおすすめされるんですよ。なんかこういうおもちゃお前いるみたいな。ダイヤクロンおすすめされた時に、なんじゃこれと。全然知らないけどかっこええやんみたいな。ジャケ買いですね。ジャケ買いをおもちゃ買いしたんですけど、これこのパッケージ上なんか機体とロボ乗ってんなっていうテンションですけど、裏を見るとね、もうモードがいくつでもあるみたいな。これ実はここにある3つ、これがこう合体するんですね。バトルス1、バトル2、バトル3が。これ最初のガンダムの設定じゃないですか。やめろ。これ宝富だからやめろ。コアブロックシステム。やめろやめろ。それで合体するとこの人型巨大ロボになるんだけど、その中のこのプレイフォームがいろいろあって、あれガオファイターモードとガオークじゃないですか。もう俺途中でやめたのにガオーみたいな。すげえな、いいとこ取りじゃないですか。そうなの。だから3つ合体させた上で変形もできるし、すげえ。その3つの組み合わせもいろんなパターンがある。これ結構手間じゃないですか、組み立てるの。じゃあめっちゃめんどい。説明書がないともう何もできない。で今回ね、このでかいやつをいちいち開いて見せてたらもうキリがねえってことで、ちっちゃいシリーズがあるんですよ。大学の複数買ってんじゃないですか。これアーマードトルーパー的な。かっこいい。これ好きっしょ。これ大好きです俺。これちなみにですよ、さっきの巨大このダイヤクロン、これとの遊び方も載ってるんですよ。ここにこれがこのでかいやつなの。でかいやつの主要部分を取り外して、このアーマードトルーパーをドッキングさせて、このアーマードスーツのアーマーみたいなで、コンテナに収納可能なんですよこいつ。このコンテナをこの戦闘機状態のこいつに搭載して輸送モードにすると。細け。これがね楽しいのよ。いやこの設定がこいつがこれなんですよ。このサイズなの。そんな小さいの？このサイズなんですよ。思ったよりも小さいな。ここにこうコックピットハッチをね、開けると、うわ、人間との比率こんくらいなんだ。これだからもうマフィア会社ですよこれは。これあれっすね、ボトムズくらいのサイズ感ですよ実際。そうだから人間が収まってる。これ結構ねロボの可動域も広くて、こうやってなんか体育座りみたいな膠着のポーズみたいなこともできるし、さらにコックピットこう開くみたいなね。でこういうさっき言ったさそのコンテナ、
このコンテナあるんですけど、これちゃんと入れてきてますけど、こうやって開いて、何が入ってんだこれ。これキャタピラだ。タンクがこうやって格納されてたりね。これどうやってつけるんですか。これは単純にこういう砲台自走砲なんだ。できて、かつここに実はちっちゃくコックピットあるから人が乗ることができ、かつこれをじゃあドッキングさせようというふうになると、ほら梶田専用機の強化型ガンキャノンタンク、そんな感じ。かっこいい。梶田はちょっと表に出ちゃいましたけどね。引かれてこれは大事故ですわ。もう一個のコンテナの方には飛行形態マシン的なものが入ってるんで、このはあ、すげえ。機体に搭載できて、でもこれ同じダイヤクロンシリーズなんですよね。こっちのでかいのと。そうなの。パーツ点数多いな。梶田君の好きなのが1個あってさ、ここ見えるこれバイク。ほんまや。バイクついてる。なんでバイクついてるんですか。ちっちゃい人間乗れるのよこれに。これはいいっすね。近づけてくんだ。近づけてくんで。これはいいっすね。いやこれ遊べるな。だいぶ前に買ってるんだけど、ここ数年でのね、なんかお気に入り新作ものですね。なんでそれ。だからこう頭引っ込むから。謎のギミックっていう。かっこいい。こんなもん男の子の心刺激しまくりじゃないですか。そうなのよ。絶対男の子っていう年齢の子は買えないんだからダイヤクロンね。だって俺見てるだけで今めっちゃ触りたいですもん。それ触りたいでしょ。梶田君来てるね。買ってけば。マジで面白い。これもしかしてうちのチャンネルの柱になりません。ダイヤクロン。そんなには持たないから。ダイヤクロンシリーズで遊んでみよう。なのでちょっとダイヤクロンどのぐらいの年齢の人が興味があるのか知りませんけども、女性もいいと思いますよ。10代女性とかね。10代女性は遊ばないですね。10代女性はこれじゃ遊ばないですね。この絵やめてほしいよ。これもうなんかシュールすぎてさ。いやまた下にほらぴったり収まるんですよ。本当だ。ということでダイヤクロン締めにはなりましたけども、皆さん興味があったら遊んでみてください。なかなかこの環境で伝えきれなかったですけども、遊んでもらえるとね、こういうの興味ある人は遊んでもらえると楽しんでいただけるかなと思っております。番組の方のチャンネル登録、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。いいねもお願いします。みんなお待たせ、わしゃガチャだよ。待ってるかな。待ってないのかなこれ。ひょっとして望まれてないコーナーをやらされてんのかな。ブクちゃんにより。いやそろそろ癖になってくるものだと思うんですよ。あんこさんかな。今年の春から大学生になり上京する予定だったのですが、ほらやっぱ若い人も見てる。時勢によりオンライン授業となったので延期になりました。質問です。お二人が上京してからなくて困ったスキルって何ですか。なくて困ったスキル。田舎じゃやってなかったけど都会じゃ当たり前みたいな。でもそれはやっぱりお家のことじゃない。炊事洗濯とかの方じゃない。間違いなくそうですね。驚きますよ。一人暮らししたらね、ご飯って出てこないんですよ。これ本当に。いや本当びっくり。でもさ、わかるよね。なんか実家にいた時ってご飯が出るのが当たり前だったからさ、一人暮らしになった瞬間さ、あれ電気は俺が消さなきゃいけないのみたいなさ。中村さんが実家でどんな生活を送ってきたかなんとなく分かりますね。もっといいこと言おう。結構ズボラっすね。まあズボラっていうか、ほら俺ご飯食べてちょっと雑談したらすぐ自分の部屋に行っちゃってたから、リビングの電気消すとかいう習慣がないのよ。で起きて行ったらもう親がめっちゃ、うちの親早起きだから、もう電気とかつけてとかさ、準備をしてあるじゃない。だから自分の部屋のこと以外やったことなかったから。はあ、そうか。びっくりですよこれ。逆にご飯出てこないって気づいた時に、何食って過ごしてました。松屋。マイフィーバリット牛丼屋ですよ、松屋。いや俺は牛丼じゃなかったね。豚肩ロースを食ってた。豚ロース弁当。へえ。丼じゃないんだ。牛丼は吉野家。のこだわりがありますね。こだわりはないんだけどね。いや俺でもね、一番最初牛丼食べた時食べきれなかったよ、吉野家の牛丼。食べきれなかった。初めて食べて合わなくて吐きそうになったの。牛丼がなんか味付けが俺の世界に存在しなかったんだよね。香川にはなかった牛丼。
香川にはあったけど、だから食べないんだって。家で食べるから、家族で食べるから、ファミリーで食べるから。そうかそうか、そもそもお店の味付けに慣れてないってことですね。そう外食の味付けに慣れてなかったから、温かい家庭の味に慣れてた。びっくりして、何これって思ったんだけど、何回か食べたらうめってなった。すげえうめってなった。なんでだよ、突然なんで味覚変わったんですか。分かんないけど都会に慣れちゃったんですね。そう慣れちゃう。そうか、俺もずっと業務用スーパーで買ったマカロニサラダを袋からこうスプーンで食ってましたね。業務用ね。業務用スーパー、肉のハナマサとかあるね。でもうだから500とかで売ってるやつだろ。でそれをバリって開けて、その中にスプーン突っ込んでむしゃむしゃむしゃって食ってましたね。栄養の偏りが尋常じゃないね。もう体に悪かったね。今もうガタきてますね、相当。あの時のマカロニサラダでやられた。そうなんですよ。若い頃の食生活が今の年齢になると響き出すんですわ。そうだよね。ということでね、東京に出てくるの上京するってあったんで、東京なんですかね、ちょっとわからないですけども、新生活になってる方たち大勢いると思いますけども、僕が今言ったこと、梶田君が今言ったこと伝わってると思います。まあ飯作れるようになっといて損はないってことで。そうですね。その辺がまず抑えられたら、とりあえず第一段階クリアだと思ってください。はい、ということでまたお会いしましょう。